なんか車で予はい。想外な今日はちょっとそれでじゃあ弾いてみてください。はい、川本誠さんです。川本です。お願いします。川本さんといえばはい。ファースト、そうですね。これの印象がやっぱみんな強いと思うんですよね。なんか今20代後半ぐらいで弾き語りやってる女の子たち、僕の知り合い何人かいますけど、やっぱみんな知ってるんですよね。やっぱアコギ持って歌う人っていうので影響を与えてんじゃないかな。私でデビューした時はあんまりいなかったんですよ。全然いないでしょ。全然いなかったですね。中島みゆきとかそうですね。なんかまあもっと古いけど、今は結構なんか見せ方もすごい決めてて、自分でなんかでシンガーソングライターでギター弾くって多いですよね。多いです多いです。そういうのはなかったんですよね。しかもまあ言ってもちょっとフォークタイプっていうか、そうですよね、きっと。関西はもうちょっと、ポップな感じの。でしょ。まあでも、とか言ってるんですけど、はい、実際別になんか一人でライブハウスで弾いて歌ってたとかっていうんじゃないんですよ。私はどっちかというとバンドをやってたんで、そうボーカルだったんですけど。しかもピアノなんですよね。そうですね、弾ける楽器はピアノですね。で最近上野さんにギターを習ったんですよね。いやまあ習ったっていうか去年去年習ったんですよね。まあそれが初めてのギターをやろうと思った。この時期いやこの時期は、まあ、曲のコードを覚えてやってるぐらいだったんですよ。なんかこうどうにかやってる感じだったんですけど、実際はレコーディングはすごい上手いプロの方が弾いてたりするんで、それ言っていい？全然大丈夫です。全然いいです。でライブとかも私ギター弾いてるんですけど、音はオフにされてたりしたんで大丈夫です。なんかあいつのギターうるさいっつって。そうでも、去年ぐらいからは一応なんかちょっとこうコードもしっかり覚えて、歌いながら弾けるようになったんですよね。なんか俺は衝撃の事実をこう今衝撃の事実喋らせてしまった気がするんですけど。いやそうなんですよ。じゃあこの時期はギターで作ってないですよね。じゃあいやギターで作ってましたね。ギターで作ってたんですよ。ピアノじゃなくて一応コードはまあちょっとぐらいわかるんで、ギターっぽい曲はやっぱりギターで作ってたんですけど、ちょっと再現して一番最初思いついた瞬間っていうか。でもやっぱり最初、何でしたっけ？最初降りてそうですよね、これここの、この
降りていくのは、うん、もうこれにしようって言ってたんですよ、うんでこれサビもそうじゃないですか。うん、唇と唇目と目と手と手貴様は何もここのこれはだけはもうこれにしようって言ってて、って決めてましたね。あとはそうですね。最近じゃあまた始めて、最近ギターで作った曲、はい、はい、ギターで作った曲、もうちょっと前になっちゃうんですけど、君に恋をした君がいるだけで胸がキュンとなるロマンティックマジックってやつを作りましたね。これはちょっと前なんですけど、峯岸みなみちゃんに、曲を提供したんですね。あ、人にあげた曲。そうですね。あとはあれですよ、ゴロニャンズってバンドね、上野さんとやってるんですけど、それは結構ギターで考えてますよね。作詞は？作詞なんてもう最近しかやってないですよ。いやいや、最初は結構みんなでやってたんですよ。ディレクターさんもいたし、あと結構会社の宣伝の人とかも一緒にこういうのがいいんじゃないとか言ってこう打ち合わせしながら出来上がっていってたんですよ。でも言葉自体はそうですね、言葉とかも、でもね、言葉も独特じゃないですか、言葉。自分ですごい考えてる、こういうのって考えるっていうよりは、本とかいろいろ見て、あ、こういう設定がいいんじゃないとか、キャラクターの子にしようとか、すごくこうなんか設定を大切に。小説書くみたいな感じですかね、短編。そうなのかもしれないですね。今と全然違うんですよ。今はもう自分のこう心情が先立って書いてるんで、ちょっと違うんですよね、作り方が。だって焼きそばパンってなんで焼きそばパンって出たかとか覚えてますか？焼きそばパンは私新宿御苑に住んでたんですけど、すごい孤独だったんですよ、新宿御苑の時に。御苑でお昼にいつもパン屋に、同じパン屋に毎日行くんですけど、そこにその焼きそばパンがあって、そこの焼きそばパンが結構完璧だったんですよね。完璧。どういう何が完璧ですか？焼きそばパンとして求めるもの。なんかね、やっぱまず焼きそばの量がちょっと多め。パンに対して。で、そう、上に何ですか、赤いやつ。紅生姜。紅生姜結構乗ってて。結構乗ってる。それを食べて。そうなんですよ。すっごい孤独に。なんかね。じゃあ元は寂しい動機の曲なんですよね。そうですね。なんか20代ってまあ私が特殊だったのかな、やっぱりその芸能系の場所に、事務所にも入って。いや、いっぱいいたでしょ、そういう人。いやー、私の事務所の中には私しかいなかったんで、音楽を好きやる人が。そうなんで、そうですね、なんか孤独に焼きそばパンを食べていたっていう。その暗い動機の焼きそばパンが、なんで明るくなんかこうってなったんですか？そうですね。めっちゃロックで。曲作る時で詩とちょっと違って、
自分の気持ちをそのまま曲にしようってそんなに思わないんですよね、私曲作る時は。むしろ逆で、なんか暗い気持ちだったらもう暗い音楽は聴きたくないみたいな。なんでもう楽しいことしたいって思うじゃないですか。だから逆に明るいのにしたかったのかもしれないですね。なんかわかんないけどやってたやつなんだろう。こういうやつなんか E マイナーっぽいやつってやつやってたよね。聞いてないし集中、今チューニングに忙しい。何について歌うか決めましょうよ。じゃあ何について歌うか。オープン G で何がいい？なんでしょうね。なんか最近うわーって思ったことあります？僕アスカのブログですけど読みました？読みました？読んでない？見てないですね。アスカは知ってます？アスカ知ってますけど、私アスカのブログの話は知ってますか？知らない？まあ軽くは知ってますけど。すごいですよ。あ、そうなんですか。ちょっと待ってください。なんか共通点きっとあると思うんですよ、私と上野さんに。ありますかね。なんかきっとあると話せば話すほどなくなってきてる。そうですね。なんか共通点見つけたいですよね。見つけたいですか？そう。なんだろう。今のところ噛み合ってないですよね。前なんかやって、いやそれもいいです。前やってた、京都でやってたやつあったじゃないですか。なんかいろいろやったとは思うんですけど。なんかね、アルペジオのやつでわかんないですけど。みたいなやってたじゃないですか。E マイナー？何？最初のコードなんですか？なんか E マイナーから。そのコードは知ってるけど俺の曲じゃないですよ。さやの曲ですよ。あ、それさやさんの曲なんですね。これでしょ？こんな感じ。ずっと繰り返しただけですね。これコード？こんなコードない。弾いた覚えない。弾いた覚えない。これの次は。いや、うる覚えなんですけど、なんか E マイナー D、C みたいなのを繰り返してたんですよね。それがすごい良かったなと思って。そう。こんな曲あったっけな。こういう曲はいっぱいありますよね、でも。あ、そう。いや、私あんまりそういうのなんかちょっとこうフレッシュだったんですよ。これが。工事が始まってこの曲弾き出したとたら工事が悲しくないですか、この曲調。そう、これにどういう歌詞入るのかなと思って。どうしても悲しい歌詞になりそうですけど、それだと。どういう、例えば。なんか近所の。近所とか出てくるんですか？近所の畑が近所の畑が壊されてビルが建った。そういう。今この工事の音が聞こえたからそっちに。なるほど、そういう歌詞って書いたことないですね。悲しくないですか？畑が。じゃあさ、キメキメで曲作っちゃいましょう、今もう。はい。
なんで俺こんなに追い込まれてるのかよく考えたらまあちょっとつかめてなくて、はい、もう大丈夫です。オッケー。今日はなぜ川本さんかっていうと、去年一昨年もう三沢くんに僕が誘われて、今川本さんのバンド、川本さんのバンド、川本さんが新しいバンドを結成したいっていうんで、それのメンバーとして一緒に活動、はい、というわけでどうでしたか？どうですかこういうのは。結構な長丁場になりましたね。長丁場、まあ分かるんですけど切るかもしれないですけど、あ、もうね、23分みたいなまあでもぐらいになっちゃうかもしれないですね。想像しない展開でした。そうですね、想像しないっていうか、カムさん来て話したりしてれば、はい、なんかなるんじゃないかな。まあ、いつも通りって言えばいつも通り、まあそうかもしれないですね。こんな感じですかね。こんな感じで曲作ったりとかしてる人生っていいよなってみんな今思ってます。みんなが。自分はどうですか？自分はいいですよね。いい人生いい人生だったんですか？まあいいですよね。本当に。なんかそれ聞いてよかった。よかった。安心しました。
よかったってどういうあれですかそれ。よかったよかった、そういうはいなんかポジティブなあそうですか。なるほど。1回目なんでどうかなって思ってますみたいな。いやそう最後に問題提起みたいな。基本的には毎回俺が最後怒られたりとかしてあ、そうなんですか。終わるんじゃないかなっていう予想もあったんですけど、なるほど。1回目はどうやら怒られずになるほど。済みました。